こんにちは、キジです。一緒にホームスタックを読みませんか？ものすごく面白いですよ。私が今すごくハマってます。なぜ何年も前に終わったこのウェブコミックを読んでるかというと、思い出したからです。半分しか読んでなかったことに気づいて、もう一回読んで、めっちゃ面白くて、あの頃は、流行ってた頃は多分私が幼いせいか、タイムトラベルものに経験値が少ないか、複雑骨折したようなタイムラインについていけなくてやめました。で、今読むとめっちゃ面白くて。で、今の話から推測するとタイムトラベルものなんですけど、それだけじゃないです。めっちゃ面白いです。どんな物語かというとジャンプを暑苦しさを、余計な暑苦しさを取り除いて、かっこいい部分が残って、プラス SF とギャグとおふざけと作者のいたずら。例えば、全ページが文字が背景のような色になってて読みづらくて、ハイライトしないと読めない状況になったり、ウェブで読んだら、いいんだけど、スマホで読んだら地獄って感じで、あとは急に何ページもモルス信号になったり、で、最終的にはモルス信号を読めるようになったけど、進んで、モルス信号のパートが終わって、で、モルス信号の符号の意味を忘れた頃にまたやってきて、まだかってなって、そんな感じですかね。そういう物語です。で、普段私が英語のゲームを翻訳しながらやってる時みたいにボロボロな日本語になる可能性があるので、このホームスタックに関してはあらかじめメモでマイページ翻訳のメモをしときました。なので多分大丈夫と思います。なんなら私字幕は絶対つけますので、不安があったら字幕をオンにしてください。本当にこの物語は絶対日本で流行ると思うんだけど、遡っても流行ったことがなくて、本当に残念なので、翻訳も1000ページ目で止まってて、やるしかないってなって、本当に面白いので、やっていきたいと思います。一緒に読みましょう。では早速始めます。リードホームスタック。1ページ目、ホームスタック。で、このウェブコミックは、動く絵と、たまには動かない絵と、たまにはめっちゃ長い絵と、たまにはアニメーションと、たまには音楽あとはミニゲームもあったりんだけど、だいたいコンテンツが絵と下に文章がついていて、読むって形でなっています。で、1ページ目のこの絵は少年とその部屋かな？では読んでいきます。一人の少年が自分の寝室で佇んでいる。今日はなんと2009年4月13日この少年の誕生日である。生まれたのは13年も前だが、彼に名前を与えられるのは今日だ。この少年の名前はなんと1ページ目ですごい現実と違う世界観がぶつかってきた。だけど、たかが名前つけるタイミングのことで私たちは適応できます。この世界は
13歳で名前つけられるんだなって思って大丈夫です。次、名前を入力。まあ、ゲームっぽいのも適用はできます。見ていきましょう。第2ページ目、名前を入力。そうだね。このページは A だけですね。で、書いているのは、動物園臭い、うんこロード。やり直しだ。知ったかぶりがって赤文字で書かれてました。で、多分ナレーションかな？ふざけて名前をつけたら、ブブーってなりましたね。で、顔が、少年の顔が、と服のこいつの顔が一致しています。なんでだろう？今でも謎です。次、やり直す。第3ページ目、やり直す。今度こそ正しい名前。名前はジョン・エグバート。で、にっこり。にっこりだね。服もにっこりだね。次、部屋を調べる。第4ページ目。部屋を調べる。で、ここがこの少年の部屋の全体だね。だけど、壁が2つ消えている。見えないんだね。やけにケーキが多いのと、そうだね。色があるものは、この雑誌、この家の形のある、載ってる雑誌と、家の形を載ってるポスターと、まあ、変な家な模様のカレンダーですね。あと、マークと外だね。あなたの名前はジョン。前に言ってた通り、今日はあなたの誕生日だ。部屋の中にはいくつかのケーキが散らばっている。あなたにはいろんな趣味がある。あなたは特にクソ映画に情熱を注いでいる。コンピュータープログラミングをするのは、好きだがそこまで得意ではない。あなたは超常的なお話に目がなくて、高みを目指しているアマチュアマジシャンでもある。たまにゲームをするのも好きだ。今から何をする？そうだね。いろんな趣味を言ってたけど、映画ですね。クソ映画か？クソと思わないが私は。本当にクソ映画ですか？そんな、本当にクソ映画って書いてあったから、クソ映画と翻訳しただけで、本当か？わかんないけど。まあ、次、ジョン、素早く引き出しから腕を回収する。おっと、腕？そうだな。この絵は腕がないから、もしかしたら、この世界の人腕がない？もしかしてっていう感じになりますけど、次を読んでいきますか。困惑するね。腕がない。第5ページ目、ジョン、素早く、引き出しから腕を回収する。で、マジでないのか。腕はないのか。そして、場所を間違えたのか。チェストの中にいるんだな、腕が。あなたの両腕はあなたのマジックチェストの中にあるよ。うんこロードって、なぜかナレーターが煽ってきます。自我がある。ということで、次。マジックチェストからケーキを取り除く。そうだな。上に乗っかってましたもんな。第6ページ目。マジックチェストからケーキを取り除く。そうだね。まあ、今ので多分気づいたと思うんだけど、この次のページのタイトル、コマンドみたいで、その前にジョンがついていると、ジョンに指示与えてるみたいなことで、ないとなると、自分で動くみたいな感じかな？わかんないけど。そうかな？わかんないけど。まあ、そういうことにしておく。んで、そうだね。カーソルが、一体誰なんだろう。
ナレーションかな腕が不足しているジョンに同情して、あなたは彼の代わりにケーキを拾って彼のベッドの上に置いといた。なぜベッドまあ次。ジョン、素早くマジックチェストから両腕を回収する。そうだね。早く腕が欲しいんだね。おっとそうだな。これは第7ページ目。ジョン、素早くマジックチェストから両腕を回収する。なんと腕はある。ただ描かれていないだけ。そうだな。これは前に言ってた作者のいたずらの一つ。腕がないと思った残念。あったんだ。回収するのは、偽の両腕ですって。あ、来ましたね。解説する部分。まあでも、まずは読んでいきましょう。あなたはフェイクの両腕を回収した。あなたは面白いことをするためにそいつらを使う。あなたはそいつらをあなたのシーラーデックスの中にキャプチャーログをした。それは実際どういう意味なのかはあなたはさっぱりわからない。チェストの中には他のアイテムが入っている。そうだね。まずこのシーラーデックスとキャプチャーログですけど、まあ適用しないといけない。この世界の常識だから。んで、まあどういうものかというと、まずキャプチャーログだね。これもキャプチャーログで書いてあるんでしょ？つまり、カード化？アイテムをカードにすることをキャプチャーログという日本語がすみません。しっかりする。今から。で、シーラーデックスは、そのインベントリー、このカードを収納するインベントリーと思ったら大丈夫です。インベントリーのシーラーデックスとカード化のキャプチャーログ。これからいっぱい使うので、覚えといてください。次、ジョン、チェストの中身を調べる。第8ページ目。ジョン、チェストの中身を調べる。そうだね、いっぱいあるね。で、キャプチャーログされた偽の両腕。見るからにはちょっと子供っぽい箱の中身だね。では読んでいきます。あなたはここでいくつの神秘的かつ面白おかしい道具を保存している。この中のどれかを熟練のマジシャンか、狡猾ないたずら職人が手に取っても壊滅級に強い武器となる。だが、あなたはどっちでもない。その道具たちの中には、偽の両腕、今はあなたのシーラーデックスの中にキャプチャーログされている。が、2つ？両腕だから2つか。いたずら用のトリック手錠が1つ。道具の模造刀が1つ。マジシャンハットが1つ。帽子ね。が1つ。鼻メガネが1つ。発煙ペレットが数粒。血のりキャプセルが数粒。と、これは本だけど、本の名前が長くって、翻訳すると、笹倉大佐のマジカル道化と実用的いたずらのテキストみたいな感じ。もし今の日本語が怪しかったら、字幕をオンにして、私が多分字幕で直してますので、見てくださいが、この本がまず、笹倉の本がまず一冊が入っていることで、ハーリー・アンダーソンの賢明な男、作者はマイク・カーベニーが一冊。
が入ってるね。その中にはいつか役に立つかもしれないものが入っている。けど、今はとにかく発煙ペレットを回収することに決めた。まず、そうだね。ささくれ大佐の本はこれから何回も出てくるので、これからはささくれ大佐の本と読みます。で、この中身だけど、全部いたずらと、面白いことにする？なんでだろう。コメディアンの感じで、かなのボックスです。解説が。なぜなら、この物語で出てくる子供たちがみんな家から受け継ぐ特性が強く現れてて、この家はいたずらと、お笑いを大事にする。あとはお菓子作りだね。この3つを大切にする。それが私たちの主人公の家です。次、ジョン、発煙ペレットをキャプチャログする。第9ページ目、ジョン、発煙ペレットをキャプチャログする。そうですね。これがシーラデックス、下の一覧はシーラデックス、インベントリー、カードのインベントリー。で、この4つがキャプチャログデッキイントネーションどっちだっけ？とにかくデッキです。で、これがキャプチャログカードと呼びます。で、そのコード、ものをカードにするコードはキャプチャログという、です。では読んでいきます。あなたは発煙ペレットをシーラデックスの中のキャプチャーログカードの一つに収めた。それはどういう意味なのかはまだ完全に把握していないが、少なくともあなたはその使い方はちょっとつかめてきた。からのキャプチャーログカードは残り2つ。そうだね。全部満タンにすると、どういうことが起きるのかはわかんないけど、とにかく残りは確認しないといけないんだね。次、ジョン。フェイクの両腕を装備する。装備するのか。第10ページ目。ジョン。フェイクの両腕を装備する。ダメっぽい。なぜなのかは読んでいきます。あなたは装備という動詞が今いる環境の抽象的な行動媒体と要求しているのかはわかりかねるが、とにかく試すことにした。どういう意味かというと、回りくどく、この世界には装備という概念がないと言ってますね。私も自分で翻訳してて何を言ってるかわかんない。とにかくこういう難しいことを言ってます。で、残念ながらあなたはフェイクの両腕にアクセスすることができない。そのカードはあなたがさっきキャプチャロックした発煙ペレットの下にある。腕にアクセスするには、まずはペレットを使わなければいけない。が、ここで使ったら部屋中に煙たくなるため推奨はしないけれども、ちょっとフランクな感じのナレーションでした。ちょっと読むのにちょっとつまずいた。あなたのシーラテックスの現在の読み込みモードのロジックとしているデータ構造はスタック。スタックね。これ、実際にあるデータ構造です、これは。説明は後であるので、心配しなくとも大丈夫です。その概念の不可解さに軽く腹立たしく感じるまであるので、あなたはデータ構造については得意になったことはなかった。わかんないから、イラつくんだよね。
データ構造、そこまで難しいか？そうだね、わかんないけど。しかし、まだ希望はある。もっと経験を積めば、後ほど新しく実用的なモードが手に入るかもしれない。ナレーションの予言。絶対叶うやん、これ。次。ジョン。プロブレムスルースのポスターを調べる。まあ、プロブレムスルースはこのウェブページの物語の一つです。このウェブページはホームスタックだけじゃないので。第11ページ目。ジョン、プロブレムスルースのポスターを調べる。そうだね、これだね。そうだな。これよりもハードボイルドなものってある？多分ないだろう。このポスターはあなたの買った懸命な購入品のうちの一つだ。買ったことに誇りと思ってると。つまり。で、これでね、このウェブページでね、買えるんだよ。グッズが。おー、めっちゃある。なんだ初めてクリックしたんだけど、めっちゃ、ネタバレだけど、めっちゃワクワクする。何これ。一番かっこいいのはこれ。名前が、閉じる。本当に買えるのか？わかんないけど。今でも買えるのか？ページが生きているってことは、買えるのか？まあいいや。その横にいい場所が空いている。つまり、今からもう一枚のポスターを貼る必要があるってことだ。なぜそうなる？まあ確かに、空いてるけれども、扉の横に貼らなくても大丈夫じゃないのか？ちょっと空間があった方がおしゃれと思うんだけど、まあジョンの部屋はごちゃごちゃしている。だからね、壁は。次、ジョン。引き出しの上にあるノートを読む。第12ページ目、ジョン。引き出しの上にあるノートを読む。これだね。誕生日おめでとう、息子よ。誇りに思うよ。お父さんからの手紙、カードか。手紙じゃないな。なんで手に取らない？なんでそんな感じで読む？このノートはお父さんのアフターシェーブ、ローションとコロンの匂いがすっごい匂ってくる。その横には巻かれているポスターが置いてある。なるほど。このノートはついてにだと。一番の狙いはこのポスターだと。次、ポスターを撮る。13ページ目、ジョン、ポスターを撮る。撮ったね。キャプチャーログしたね。もう一つの誕生日プレゼント。何がプリントされているのだろう。それを壁にかけるには方法を探す必要がある。確かにね、この世界ただ行動できないんだからね。一回キャプチャーログして使うしかないよね。ジョン、ハンマーと釘を手に入れる。今から役に立つから。第14ページ目、ジョン、ハンマーと釘を手に入れる。今から役に立つから。ゲットしたね。けど、待っていて、釘がゲットできないと。そうだね。あなたはまず、ハンマーをシーラテックスに入れた。そして今、あなたのキャプチャーログカードはもう全部埋まってしまっている。が、この状態で釘を取ったらどうなるんだろう。減るもんじゃないし、まあ試してみようとあなたは思う。危ない。日本語がダメなところだった。次、ジョン。釘を取る。そうだね。スタックだからね。第15ページ目。ジョン、釘を取る。そうだね。腕が飛び出してしまった。4つの釘が一番トップにあるカードにキャプチャーログされて、他のものが
一枚ずつ下へ押されていく。偽の腕が完全に敵の外に押し出されてしまった。まあ、どっちみち何の役にも立たないから。しかし、あなたはもう二度とこれを経験したくはないだろう。発煙ペレットを落として苦しみたいというなら話は別だが。とにかく必要なものは全部集めたいような感じなので、あなたは下へ降りて本当に大事なことをする。あなたが今からすることはとてつもなく意味のあることだろう。なんだそのフラグは。なんかナレーションがなんかいたずらっぽい感じで言ってますね。この意味のあるに関しては。次、ジョン。アホみたいに叫びながら机の上にうんこを漏らす。どういうことだ？第16ページ目。ジョン。アホみたいに叫びながら机の上にうんこを漏らす。あ。これはあなたがこの数週間で思い浮かべた一番バカなアイデアだ。バカバカバカ。なのに、あなたの机のそのピッカピカに磨かれている表面が手招きをする。やりたいんだな、つまり。次、ジョン。ハンマーと釘を組み合わせる。第17ページ目。ジョン。ハンマーと釘を組み合わせる。組み合わせるんだね。これで使えるね。そしてカード1枚開くね。あなたは上の2つのカードを合体させた。ハンマーと釘は今同じカードにキャプチャーログされていて、一緒に使用することができる。よかったね、よかったね。これでポスター貼れるね。貼る？まあ、釘で固定できるね。次、ジョン。ポスターにハンマーと釘を使う。やった。進めた。第18ページ目。ジョン。ポスターにハンマーと釘を使う。選んで使うんだね。あなたはハンマーと釘のカードとその下にあるカードを連結させた。まあ、つながさせたって感じかな。一緒に、まあ、同じカードではないけど一緒に使えるみたいにするのかな。次、ジョン。ポスターを壁に固定する。第19ページ目。ジョン。ポスターを壁に固定する。場所を選んで使う。あ、できた。なにこれ？リトルモンスターズ？あなたは壁の空きスペースにハンマーと釘とポスターを使った。うまくいった。あなたが思った通りに完璧。親父、見事にやり遂げたよ。これは、親父、見事にやり遂げたよ。は、バックトゥーザフューチャーのマイティのセリフです。調べるには、めっちゃ時間かかった。日本語の翻訳を。次、ジョン。コンエアのポスターを調べる。あ、来ましたね。ジョンの映画ネタ。第20ページ目。ジョン。コンエアのポスターを調べる。そうだね、これだね。あのバーニーを箱の中に入れろ。あのバーニーを箱の中に入れるって言っている。なんであのバーニーを箱の中に入れないの？そうだね。ナレーションが指示しても、ジョンはポスターに夢中で指示聞かないんだね。ジョン、ディープインパクトのポスターを調べる。